ハリウッドの舞台裏では、映画の共演をきっかけに、友情や愛情が芽生えることもあれば、逆に一生埋まらない溝ができてしまうことも、当然あります。今日は、ハリウッドスター7組の喧嘩や、確執を紹介します。その1、ビン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソン。2016年、ワイルドスピード、アイスブレイクの撮影中、ドウェインがインスタグラムで意味深な投稿をした。プロの俳優もいるが、そうじゃない野郎もいる。名前は出さなかったが、現場のスタッフやメディアは、すぐに相手がビン・ディーゼルだと察知。理由は、ビンがたびたび撮影に遅刻し、現場を長時間待たせていたことだったと言われている。撮影後、両者はトレーラーで直接話し合いをしたが、完全にわだかまりが解けなかった。ドウェインは続編、ワイルドスピード、ジェットブレイクに出演せず、その代わりに、スピンオフ作品、ワイルドスピード、スーパーコンボで主演を演じた。最終的にドウェインは、本シリーズから距離を置くことになった。表向きは、スケジュールの都合、とされたが、業界では、ビンとの確執が原因という見方が根強く残っていた。しかし、ドウェイン・ジョンソンは、2023年6月に、インスタグラムで、昨年の夏、ビンと俺は、すべての過去を水に流したと発言し、和解を明言。同年、ドウェインは、ワイルドスピード、ファイヤーブーストに、サプライズ登場している。その2、サラ・ジェシカ・パーカーとキム・キャトラル。ドラマ、セックス&ザ・シティで共演した二人、画面上では、最高の親友だった。キム・キャトラルはシーズン2以降にサラ・ジェシカ・パーカーがエグゼクティブプロデューサーになったことでギャラの不均衡を感じ同額を求める昇給交渉を行ったがこれが原因で孤立するようになった。さらに他のキャストとの関係悪化も囁かれ授賞式などでも目立つグループ分けが観察されていた。2017年ファンが待ち望んだ映画セックス&ザ・シティ第3弾は突如中止になった。その理由として、キャトラルの条件が合わなかったとの報道があったが、パーカーはスタジオが合意しなかっただけで、彼女との対立は否定した。2018年、キャトラルの弟が亡くなった際、パーカーはインスタグラムに弔意を投稿。しかし、キャトラルは、あなたの愛はいらない、家族でも友達でもない、と強く反発し、偽善者と非難した。この出来事から、彼女たちの確執は終わっていないことを、世界中に知らしめた。トム・ハーディとシャーリーズ・セロン。2015年公開のマッドマックス怒りのデスロード。主演のトム・ハーディとシャーリーズ・セロンは画面では最強のバディだった。しかし撮影現場では予想以上の火花が散っていた。朝8時の集合にセロンは予定通り出席したがハーディは現れず約3時間後に遅れて到着。セロンは怒りが爆発して毎分10万ドル払えと叫び、ハーディが今なんつったと詰め寄り、プロデューサーが間に入って止めている。その後の現場でも彼らの関係は非常にやばかったと証言されており、セロンは彼が時間にルーズでプロ意識に欠けると発言。撮影中はほぼ会話はなかったと言われている。監督のジョージ・ミラーはインタビューで、トムは圧倒的な才能を持っている。だが、どれだけ素晴らしい俳優でも、現場で他者に不安や不快を与える行動は許されない、と述べた。また、本作の撮影中、ハーディはマッドマックスシリーズの重圧に押しつぶされそうになっており、精神的にも不安定だったと本人が認めている。セロンも壁を作ってしまった、もっと優しくあるべきだったと振り返っている。その4、ビル・マーレーとルーシー・リュウ。2000年のチャーリーズ・エンジェルの撮影現場でビル・マーレーが脚本内容に不満を持ち監督や出演者に無断で脚本を書き換えた。制作陣はあっけに取られていたがルーシーはこれは一線を越えていると発言。これに対してマーレーがテレビから来たくせになど侮辱的な言葉を彼女に浴びせた。これに対してルーシーはふざけんなこのゲス野郎となり激しい口論に発展。助監督が舞台を一旦撤収し、暴力行為はなかったものの、一触即発の状態だったと証言している。ドリュー・バリモアや現場スタッフもルーシーを支持しており、彼女の行動を称賛している。マーレーは続編には出演せず、代わりにバーニー・マックが起用された。その後、シルベスター・スタローンとリチャード・ギア。スタローンとギアは1974年公開の映画、ブルックリンの青春で共演予定だった。スタローンが語った話では、ギアは大きな革ジャケットを着て偉そうな態度でスタジオを闊歩していたとのこと。
彼の態度にスタローンはムカついていたが、我慢して撮影は続行されていた。そんな中で、撮影の休憩中に、車の中でホットドッグを食べていたスタローンの横に、ギアがマスタードと油まみれのチキンを持って乗り込んできた。油が落ちるぞと注意するも、ギアは大丈夫だと食事を続けていたが、スタローンのズボンにマスタードを垂らした。スタローンはギアの頭を肘で殴り、車から叩き出した。この争いを聞いたディレクターは、どちらを残すかの選択を迫られ、結果的にギアが降板。彼はその後もスタローンに恨みを持っており、今でも共演 NG になっていると、スタローン自身が語っている。その6、レオナルド・ディカプリオとクレア・デインズ。1996年、ロミオとジュリエットで、ディカプリオはロミオ、デインズはジュリエットを演じた。シェイクスピアの名作を現代風にアレンジしたこの作品は、若者を中心に大ヒットを記録。当時、ディカプリオは22歳、デインズは17歳で、2人は性格や仕事に対するアプローチが大きく異なっていた。ディカプリオは撮影中にスタッフや共演者にいたずらを仕掛けるなど、明るく遊び心のある性格で知られていた。一方、デインズは真面目で演技に集中したい性格で、ディカプリオの行動に対して不快感を示していた。撮影終了後、二人の関係はさらに冷え込み、デインズはディカプリオとの再共演を避けるため、タイタニックのローズ役のオファーを断っており、これ以降も再共演はしていない。その7、ジョーン・クロフォードとベティ・デイビス。ハリウッド最古の確執の一つと言われる彼女たちの伝説級の確執は1930年代からクロフォードが1977年に亡くなるまで続いた。確執の始まりはデイビスが主演の1933年の映画不死だらな結婚公開日にクロフォードが離婚を発表し、全ての注目を彼女が奪った。1935年の危険な女ではデイビスが共演者のフランチョット・トーンに本気で好意を持ち交際を望んでいた。しかしクロフォードがパーティーで彼に積極的にアプローチをして彼らは結婚。デイビスから見れば、私が撮影現場で彼と仲を深めている最中にわざと横入りされたと映った。業界内でクロフォードは他の女優の恋人や夫を魅了することが多いと噂されていた。30年近くの確執を経て、1962年の映画何がジェーンに起こったかで、クロフォードとデイビスは姉妹役で初共演することになった。脚本段階から2人はセリフや見せ場をめぐって攻防を続け、デイビスは自分の狂気的キャラがより目立つように演出家に提案。一方、クロフォードは自分のシーン数やセリフが削られることに敏感に反応し、脚本修正に口を挟み続けた。撮影現場でも台本にない動作を勝手に追加したり、相手のセリフの間をわざと潰すなど小競り合いが絶えなかった。そして映画公開後、批評家はデイビスの狂気的な演技を絶賛し、彼女はアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。一方、クロフォードはノミネートを逃し、話題を持っていかれたと感じて嫉妬。彼女は他の作品で主演女優賞にノミネートされた女優たちに接触。もし授賞式に来られないなら、代わりに私が受け取ってあげると申し出る。授賞式当日、デイビスは自分が受賞する気満々で会場入りするが、結果は奇跡の人のアン・バンクロフトが受賞。バンクロフトは不在だったため、代理でステージに上がったのはクロフォードだった。クロフォードは満面の笑みでオスカー像を受け取り、デイビスの目の前を悠々と歩いて退場。これが確執史に残る最大の屈辱の瞬間だった。その後も確執は続いたが、1977年にクロフォードが他界。デイビスは悲しい知らせですね。ジョーンには敬意を表すると礼儀正しくコメントを出したが、後年の回想録でクロフォードについて才能は認めるが、あの女優とは決して和解できなかったと語っている。彼女たちの確執は映画やテレビシリーズ化されている。いかがでしたか？映画内では時にカメラの前では笑顔でも裏では冷たい確執や火花散るバトルが繰り広げられていることもあります。今日はスター同士の喧嘩や確執を紹介してきました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。